そしたらまずカーシャンプーで洗ってこうかな。まず水でホコリとかを洗い流す。水出ませんと。はい、皆さんこんにちは。車の大自然加古川シロピーです。はい、今回はねこちらダイソーシリーズ、今5つの商品用意してるんだけど、ブラシ3つと、あとカーシャンプーとタイヤワックス、これで500円なんだけどね、この商品を使って今回はタイヤを洗っていきたいなと思っております。でこのブラシなんだけど、買ってみてね、触り心地っていうの結構ね硬めなので、タイヤとか足回りぐらいにしか使えないだろうなっていうので、タイヤワックスのツヤと、あとこのねスプレータイプのカーシャンプー、これでタイヤを洗ってタイヤワックスをするみたいな感じで、どんな違いがあるのか、100円でどれぐらいの効果が出るのかっていうところを見ていきたいなと思います。それでは早速外へレッツゴー。はい、そしたらね今回こちらのタイヤを洗っていきたいと思います。で使い方なんですが、このカーシャンプー中性になっていて、まず最初にねいつも通り洗い流す。ただ水でねシャーって洗い流してから、このカーシャンプーでちょっとホイールも一緒に洗って、汚れの落ち具合とか泡のところも見ていきたいなと。でその後にタイヤワックスを使って、ちょっとマスキングをしてね、このタイヤワックスを使った方と使ってない方、どういう違い、ツヤだったりそこら辺と見ていきたいなと思います。そしたらまずカーシャンプーで洗ってこうかな。はい、水でホコリを洗い流す。 OK かな。そしたらねこのカーシャンプーちょっと使ってみよう。スポンジ用意して口をオンにする。でなんかねそんな泡はしてないねこれで。説明書にはねここにスポンジにつけるって書いてあるんだけど、じゃああらかたこっちにもつけていきます。で匂い悪くないかも。まずホイールからちょっとちゃちゃっと洗っていきます。でちなみにねこれホイールブラシってやつもう100均で売られてたんだけど、毛質がね硬いので、今回はこれを使わずにホイールはスポンジでいこうかな。泡立ちもね悪くないね、こう使ってみると。ちょっと軽く洗い流します。カーシャンプー悪くないね、使ってみた感じ。スプレータイプだし、結構楽。じゃあ次タイヤ洗ってっちゃう。でタイヤはこのタイヤブラシってやつがあるので、これで洗ってっちゃいます。扁平タイヤ使ってる人とかはこのホイールブラシでやるのもいいかもしれない。で今回は、サイズ的にもこれがちょうどいいので、これちょっとゴシゴシしていきます。でもう一回この洗剤をつけの、一応こっちにもつけとこう。でおっと、なんだろうな、若干使いにくいな。ここを持つと何て言うんだろう、長い、ちょっと距離感あって難しいね。こうの方がいいのかな。けどわかる、結構ね茶色くなってる。汚れは落ちてるみたいね。100円なら全然いいんじゃないか。いてて汚ねえな。それにしても片側からやってるとねこっち側見えなかったりするので、自分自体が移動するっていうのは重要。あと気になる人はね車を動かすのもいいと思う。 OK。 さあ次こっちホイールブラシ使ってみようかな。どうだろう、この毛がね長いような気がする。個人的には悪くないんだけどね。で実際はホイールブラシ、気にならない方はこういう奥とかをね洗うように。でここが90度に毛がついてるので、結構細かいところまでこう奥にまで入れて先端の方で洗うっていうこともできるね。タイヤは個人的にはさっきのやつこの方がおすすめかな。毛の長さもちょっと短いのでやりやすい。100円って考えたらね十分だよねって感じは僕はするね。で念のためちょっともう一回ホイールの汚れが落ちてないところを洗っていきます。ホイールもね1回で済ませようとするとうまくいかないっていうか、やっぱ汚れが目立つっていうか、残ってるところがね乾くと目立つので、1回様子を見る、2回3回やった方が僕はいいと思ってます。 OK。
でまあしっかり洗い流すと、あとはいいでしょう。そしたらね、一回乾くまで放置になるかな。はい、そしたらね、乾いてきたので、まあ、ざっくりねマスキングで部分分けしました。タイヤはね、まあ、若干まあ茶色いかなと、まあ、艶は全然ありません。まあ、汚れているなっていう感じ、洗車した後みたいな感じになっております。でこのマスキング分けたんだけど、この半分からこっち側をダイソータイヤワックス使って、右下ここはまあミセコでいこう。で右上タイヤワックスの王道シュワラスタータイヤワックス、これをちょっと使って、まあ、どんな感じの変化があるのかちょっと見ていこうと思っております。そしたらまずダイソータイヤワックスからいこうかな。でまあ重要な成分なんだけど、保湿剤と保存剤が入っていますと。それがエチレングリコールとオクチリン、なんだこれ、オクチリノン、あとシリコンエマルジョン。シリコンエマルジョンはね、さすがに知ってるわ。ちょっと自然に優しいシリコンでしょ。けどその前のこのエチレングリコールとオクチリノンがちょっとよくわからない。でまあ水性とか油性とかそこら辺はね書いてありません。なのでまあちょっとこのね成分について分かる人いたらちょっとコメント欄でちょっと欲しいなと思っております。まあ使い方なんだけども、まあそのまま10センチから15センチ離してプッシュしてくださいよと。でまあホイールにかかったりボディにつくのが嫌な人はこういうウエス、クロスにつけて施工してくださいと。そしたら今回はクロスにつけちゃおうかな。そしたら出していきます。なんかね、ちょっと一回出そっか。こういう感じ、結構ね水っぽい感じだね。なんて言うんだろう、シリコンのドゥルドゥルン感はない。まあいいや、行こう。すげえ汚いわ。この隙間がね結構難しいんだよね。ピタスポ欲しい。ピタスポちょっと直接吹いちゃおう。 OK。結構ね水っぽいから隙間もね結構浸透してくれる感じかな。水性っぽい感じだよね、パッと見。あれ塗った？乾いてきたからか。乾いてきてんだ。そんなねツヤツヤな感じじゃないやつだ。なるほど。とりあえず OK かな。100均のやつはこんな感じ。ちょっと乾いてみないと分かんない。続いてシュワラスタータイヤワックスピタスポを使います。あるんかいっていうね。乾いてみないと分かんないんだけど、このねシュワラスターの方がオイル感があるね、100均のやつより。ピタスポやっぱいいわ。 OK、 こんな感じでいいかな。あとはちょっと乾くのを待ちましょうかね。もう乾いてきてるけどね、一旦 OK。 はい、そしたらね一応乾きましたかね。どうですかね、実際にちょっと見て、違い、僕がね見る限りだとそんなねツヤが出ないと言われているシュワラスター、これがねツヤツヤに見えるほどちょっとなんて言うんだろう、変わんないかな。マスキングテープは剥がして、違いをねちょっと見ればいいんだけど、まずシュワラスターとこのね、ほらこのマスキングテープのところは何もしてないんだけどマジ差がそんなない。でこのシュワラスターとの差はすごいね、やっぱり。さすがやん。でこっちも剥がそう。もうシュワラスターだけすごいやっぱ。で一番下何もしてないところね、どう？僕の目だとねちょっとわからない。ちなみにアップにするとこんな感じです。シュワラスターダイソーで、こっちがミセコ。この間もねマスキングしてたからミセコなんだけど、こことダイソーの境目がね全然わからないっていう感じです。はい、といった感じでね動画の方以上になります。で今回ねタイヤワックスダイソーのやつ、使ってみたんですが、結果から言うとそんなタイヤワックスっていう感じはしないかな。でここにはね自然な光沢を演出って書いてあるんだけど、汚れもちょっと目立ってるしね、まだニセコのところと差がねそんなないっていう感じ。なんならねシュワラスターがさらにねやっぱ素晴らしいっていうことを実感させてくれましたね。それ以外で言うとこのカーシャンプーね、これはスプレータイプで泡立ちもね悪くなかったので、個人的には100円ならねいいかなって感じがします。それとあとブラシで言うとこのタイヤブラシ、これも100円ならいいかなっていう、もっとこうっていう感じはします。あとその他のブラシ、この辺もねもうなんだろう、個人的にはこの見た目がこう同じじゃん。毛が青で絵が黒でみたいな、こういうねちょっと揃えたくなる病がちょっとあるので、その悪いもんじゃないので持っといてもいいと思う。でこのホイールに関してはここまで毛がついてるので、この角っちょやった時にもこの奥側、この面も洗える、奥のねっていうのは非常に楽。でもねこれプラスチックなので、カツカツ音が鳴ったりするのが嫌だっていう人もいると思うし、この辺はね100円なら持っといてもいいんじゃないのかなっていう感じで、ちょっとねタイヤワックスはっていう感じになります。はい。でこういうね100円、ダイソー
なんだろうね、ダイソーってすごいよね。ほんと神だと思った。こんなのまで100円みたいな。今日実際ね使ってみないと良し悪しが分かんなかったりするので、ここら辺はねなんかいい商品があったら皆さんに教えてもらいたいんだけど、僕はね僕で、実際に使ってどうなのかっていうね、自分なりのレビューっていうのかな、そういうのをどんどんやっていきたいと思います。なので皆さんいいねと思ったら高評価、あとチャンネル登録忘れずに。それではまた来週。